Are we just smaller versions of a bigger home? Are you the rivers in your veins and mine, the flakes that become snow? And you might believe that everything is... こんにちは、えりこです。さて、今日はお部屋のルームツアーを久しぶりにやってみようかなと思います。でね、ちょっと今日は気分を変えて、この前パムっていうお洋服屋さんで買ったこれ夏パジャマなんですけど、ちょっとゆるっとした気持ちで喋れればなっていう気持ちも込めて、今日これでちょっとルームツアーしてみようかと思ってます。かわいい寛大なインテリアっていう柄なんですけど、夜寝る時もそうなんですけど、ちょっとそこまでコンビニ行く時とかそういう時も全然着れるようなデザインになってるかなと思って、なんかすごくお気に入りで最近着てます。では早速ルームツアーしていこうと思うんですが、今日はお家全体っていうよりかは特にこだわりをキュッと詰め込んだリビングと、あとキッチン、この2階のスペースを紹介しようかなと思ってます。ここに住み始めてちょうど2年になりました。で、ここは賃貸で 2LDK の間取りです。下の階と上の階のメゾネットタイプのお部屋になっていて、下の階には寝室と作業部屋として使ってるお部屋と、あとお風呂とお手洗いがあるんですけど、この上の階はこのリビングとキッチンが、あとちょっとしたルーフバルコニーみたいなものがあるっていう感じです。77平米くらいなので、比較的2人で住むには広々して暮らせているかなって思います。で、2年経ってもうすでに更新をするっていうのを決めまして、このお家がもう大好きすぎて、ゆくゆく今後お家を買おうかなって話も出始めたんですけど、それまでは一旦ここに住み続けたいなっていうふうに思ってます。何よりこの天井の高さとこの日当たりの良さがなんかすごく開放感を感じられるようなお部屋で、東京にいながらにしてもリフレッシュしてこの上の階では過ごせるので、それがとっても気に入ってます。この2年でだいぶ私たちらしいお部屋に育ってきた、なんか育ってきたっていうのがしっくりくるんですけど、なんかそういう感覚があって、どんどん好きになってるお部屋なので、これをぜひ好きなところとか、なんかそういうのをたくさんシェアできればなと思います。で、早速紹介していきたいんですけど、ここに注目してみてほしいっていうポイントがあって、それが配色です。カラーリングで、カラーパレットこんな感じかなと思ってて、ベースのカラーはだいたいグレー、ライトグレーとか白っていう色味の中に、大物の家具とかも結構白グレーとかが多いですね。で、その中にちょっと温かみを加えたくて無垢の木の素材を入れているのと、とはいえモノクロじゃなくて結構色物の自分の好きな色をやっぱお部屋には取り入れたいなと思っているので、小物とかちょっと中型の家具とかで私の好きなテラコッタ色、ちょっと深みのあるブルーとイエロー、アンバーみたいなオレンジ、ディープグリーン、この5色を結構ぶつからないように散りばめているなっていう感じです。この配色のバランスとかは難しくて、でも自分なりにこれがしっくりくるかなっていうのを見つけながら配置してるので、そういう点でもちょっと注目しながら見てもらえると楽しいかなと思います。ではダイニングテーブルから紹介していきます。ではまずこのダイニングテーブルから紹介します。これはヘイの CPH20 っていうテーブルで、もう2年ずっと使ってます。それに合わせてるのがこのガルファニタスっていうチェアで、それを2脚、ちょっとこの背の部分が色違いなんですけど、それを2脚選んでます。一番これで気に入ってるのがここの足ですね。足がちょっと三角形みたいな
感じの三つ足になっていて、でガルファニタスもブランドは違うんですけど、こう三角形にテーブルとこうちょっと形が似ているのがなんかこうリンクして可愛いなと思って気に入ってます。学習椅子みたいなんだけどすごく座り心地が良くて、私椅子選ぶ時絶対に見るのが150センチで低身長なので、海外の椅子とかだとこの座高が結構高くて浮いちゃったりとかするんですよね。だから可愛くてもこうちゃんと座って自分がこうくつろいで座れるかっていうのを重要視しながら椅子選んでます。座高の高さとか結構注意して見てるかもしれない。でテーブルに置いてある小物も紹介すると、まず大きなこれはマリメッコの花瓶です。すごく存在感がある。でこれはフィンランドのマリメッコアウトレットで買ってきました。剣山を入れて飾るようにしてます。剣山を使うようにしてからお花いけるのすごく楽になりました。でこれは IKEA の PS2026 っていうシリーズのポータブルライトです。 USB-C で充電できて、ここで調光もできる。これもすごく便利。これもね、オーストラリア雑貨の JAU、 これ本当に便利でもう最近大好きで使ってるんですけど、これコースターにもなるし後で出てくるんですけど、こうちょっと形を変えてプレースマットにしたりとか鍋敷きにしたりとか、その組み合わせて使えるっていうのがすごく好きです。飛行機のタイヤの素材でできたっていう、そういうちょっとアップサイクルみたいなプロダクトでもあります。ここの花瓶にはだいたいお花をメインのお花を生けてて、だいたい季節らしいものを気分で生けてるんですけど、今日はひまわりとかグリーンを夏らしい感じにしてみました。でお次はキッチンを紹介します。キッチンはね結構シンプルではあるんですけど、最近ここ出会った彩りある小物とかのおかげで少しこう色がついてきたなっていう感じがしています。このキッチンのメインのエリアはここで、もうなんといっても私たち夫婦はコーヒーが大好きなんですね。なのでコーヒーセットが本当にたくさんあります。ペローズっていうところのケトル、グラインダーはコマンダンテっていうドイツのブランドのグラインダー使ってて、これはね高いんだけど一回これにしちゃうと手放せないぐらいお気に入りです。これはキントーのサーバーと折り紙ドリッパー。これさらに深くまでいくと、ここら辺はコーヒー豆ですね。コーヒー豆がこれとここにもありすぎだろっていうぐらいコーヒー豆が入ってます。ウッドベリーコーヒーがこう行きつけみたいになってて、たくさんよく行ってるんですけど、頻繁には行けないけど大好きなのがこのテメーコーヒーっていうコーヒーショップの豆です。これは R 系の炭酸水メーカーで、これいいのがコードレスなんですね。で中に酸素炭酸入れとくんですけど、1年ぐらい持ちました。この前交換したんだけど、すごく持ったのでいいなと思ってます。でそういえば私たち、これ R 系もそうだし、さっきのケトルもそうなんですけど、家電系はなるべく白で揃えるように頑張ってます。我が家この天板が黒だったりするんですよ。なので黒に黒を置くと本当に暗くなっちゃうので、白とかベージュを選ぶようにしてます。でその奥にあるのが IKEA のブックスタンドをまな板スタンドとして使ってます。意外と収納力あるし、程よく見えて程よく隠れるっていう形がすごくいいです。でよく質問もらうこれはファインリトルデイっていうスウェーデンでこれも買ったんですけど、スウェーデンのブランドのこっちが鍋敷で、こっちがなんていうんだろうな、こうちょっとカッティングマットみたいな、こうチーズを置いたりとかそういう感じで使えるプレートになってます。これのデザイナーさんが私すごく好きで、この配色とかこうチェック一つなのにいろんなパターンのチェック、しかも本当に可愛いんですよ。
賃貸ならではの工夫ポイントとしてはここですね。これ100均で買ったマグネットプレートみたいなのをここに貼り付けて、そこに100均で買ったフックをマグネットで強力マグネットでつく仕様になってて、そこに鍋敷きとかこういう鍋つかみ、菜箸とかこういうのを置いてます。でマリメッコのこの鍋敷きがアクセントになってていいかなって思ってるのと、ここには全部並べるっていうよりはウッドのものとか自然素材のものを置くと可愛いんじゃないかなと思って、そんな感じでレイアウトしてみました。実用性考えるならお玉とか置いちゃうんですけど、ちょっと置かずにディスプレイしてます。で冷蔵庫は結構自由な感じになってて、福須かおりさん、私が好きなイラストレーターのかおりさんのカレンダー、これはメルボルンでよく行ってたマーケットレーンコーヒーの外観を描いたアートでしょ。で自分で作ったポストカード、モンゴルとタリンのエストニアのタイにいた時に見つけたマグネット、これはお母さんが台湾で買ってきたマグネットで、ここはね入れ替わりが激しくて、クリスマスとかになるとクリスマスのポストカード貼ったりとかして楽しんでます。でちょっとこの洗い場の下のここのスペースも少し紹介すると、こんな感じになってて、結構整頓してるつもりなんですけど、荷物が多すぎてちょっと汚く見えるかもしれない。無印の収納ボックスみたいなのを使ってカレーとか鍋の素とかそういうのを収納しているのと、この雑穀米とかそういう小分けにしてるもの、ただ普通に買ったまま入れておくとちょっとごちゃっとしちゃうので、この IKEA のイスタッドっていうジッパーあるんですけど、これスライダーですぐ開け閉めできたりとかして便利なので、これを小分けして収納するように使ってて、これすごく便利です。でちょっと食器棚もお見せすると、私も器とかマグカップとかやっぱり好きなので、結構物の量は多いんですけど、なるべくここに収まるように頑張って収納しています。で特に重宝しているのはこの IKEA のプレートスタンドですね。これを4つ前と後ろで使ってて、こんな感じでつないでるんですけど、お皿が立てて収納できるのでとっても取り出しやすいし、収納力もあります。いつか器紹介とかもしたいなって思ってたりしてるんですけど、興味ありますか？はい。で次はこちらのダイニングスペース裏の場所ですね。ここは本当ディスプレイエリアみたいな感じになってて、フルクラムっていうブランドのシェルフとハーマンミラーのブックタワー、この2つを置いて、そこに本とか花瓶、お香、ガジェットとかを収納してます。まずこのフルクラムのシェルフは3段になってるんですけど、一番下と中段にこのヘイのカラークレイトっていうカラーボックスのシリーズをこんな感じで大中小全部組み合わせて色だけ揃えて収納してます。で隣にあるのはアルテックのアルバールトが描いた形のプラントポットを小物入れとして使ってます。で一番上は本当にディスプレイスペースで、このライトは IKEA のテッサマンズっていうシリーズのライトを、私たちがモンゴル行った時のアルバム、この装丁とかがね結構高級感があって可愛いので飾ってます。でこのブックスタンド最近買ったんだけどめちゃくちゃいい。オンオムっていうブランドのどこから見ても綺麗に見えるっていうのをコンセプトに作ったブックスタンドらしくて、ソファーエリアにもあるんですけど、このイエローとかテラコッタ色とか色味も良くて、飾ってるとそんなに見えないんだけど飾ってなくても可愛いっていうのがいいですよね。でこれは結婚式の時指輪を入れるトレイとして買ったフロールブオっていう大阪にある私の好きなヴィンテージショップがあって、巡り合って購入しました。
サーモンピンクとこうキラキラした感じ、あと鳥さんの色合いとかも可愛くてすごく気に入ってます。でこれはメロベアっていうペットのグッズを売ってるブランドで、私の仲いい先輩がやってるブランドなんですけど、それの肉球バームです。肉球バームなんですけど、なんかお土産にくれて、普通に人間も使えるみたいで、保湿クリームとしても使えるよって言ってくれました。韓国から迎えた、これはなんかノルウェーの森、小説を意識して作った香りみたいです。これはナイスグッドワークっていうこの瓶とかにハンドペイントしてくれる花瓶のブランドがあって、そこが可愛くて出来物を買うこともできるんですけど、これはオーダーして作ってもらった花瓶です。でも結婚式用にね、そのポピーと鳥がコンセプトに合うようにこれ描いてもらいました。かわいい。でこのハーマンミラーのブックタワーは本当交互になってて、本を置いたりとかちょっとオブジェ的なものを置いたりとか自由に使えるのがいいなと思って気に入ってます。色もテラコッタ色で結構大きな家具は揃えてるので、トマトっていうカラーを選んでます。でそこにこれはね、一色沢さんっていう大好きな作家さんがいるんですけど、その方の花瓶、和の香りがする手びねりのなんか柔らかい感じの雰囲気なので、飾るお花も洋のものっていうよりはちょっと和を感じるものを飾りたくなるような花瓶ですね。あとは小説とか本が飾ってありますね。ここは好きな小説を置いてるんですけど、もうあえてカバーというか想定はもう取って色を揃えたくてカバー取って飾ったりしてます。で下の方は写真集とかグラフィックブックとか結構重たいもの、地震対策もそうだし、こう見た時も下に重いもの、上に軽いものの方がバランスよく見えると思うので、上に一番下に重たいものを置いてます。で次はこの小上がりスペース紹介します。ここはね、最初謎のスペースだったのでどういう風に使おうかなって思ったんですけど、私本が好きなのでもうここはくつろいで本を読んだりとかできるようなそういう場所にできたらいいなっていうので作っていきました。で気に入ってるのはまずこのカーペットですね。ヘリンボーンみたいな柄でできたカーペットでブルーなんですけど、この色をすごく探してて倍まで頑張って見つけて購入しました。でこれは一回り大きいサイズだったので、それを見えるかな、大阪の裁断屋さん、カーペット裁断屋さんに送ってぴったりのサイズに切ってもらって設置したっていう感じです。やっぱりね、ぴったりなのかちょっと小さいかとかでやっぱ出来栄え全然違うと思うので、カーペットは絶妙なサイズに合わせてどうにか合わせました。大きなものから紹介すると、まずこの三つ折りのマットですね。これはヘイで購入しました。三つ折りで畳むこともできるので、普段使わない時は折りたたんどくと少しすっきりで、その上にこのタオルスタジオっていうブランドのタオルブランケットをかけてて、ポピーをイメージした柄みたいなんですけど、グリーンと赤の配色がいいなと思って気に入ってます。こっち側には北欧ヴィンテージの本棚でボーエモーエンセンさんっていうデザイナーさんの1970年代ぐらいに作られた本棚、生産されてた本棚なんですけど、それをメルカリで購入して、シンプルな本棚ではありながら細かくね調整できる穴がちゃんとついてたりとか、処理が綺麗だったりとか、愛着が湧く本棚で本当に買ってよかったなと思ってます。本棚レイアウトするのが好きなので、ここも結構こだわってレイアウトしてるんですけど、さっきと同じく下に重たい写真集とか、こちら側はポパイとかトランジットとか雑誌類を下に入れてて、中段は単行本
で上に文庫本を置いてます。文庫本はやっぱよく買うので結構たくさんになっちゃってて、うまく収納しきれてないって感じなんですけど、こんな感じで収納してます。色がこうごちゃごちゃってしちゃったりとかするときはうまくこうやって本で隠すようにしてみたりしてて、このブックスタンドは Amazon とかで買った安いブックスタンドなんですけど、想定が好きな本とかを立てかけてます。上はこんな感じ。これさっきキッチンの鍋敷とかこのデザイナーさん好きなんですって言った方、この方ですね、エベリナ・クルーンさんの作品集。これは先日私たちの結婚式があって、その時の結婚証明書を飾れるようなアートにしたいねって言って迎えたものです。真ん中がね富士山になってるんですよ。ここには視聴者さんにいただいたオーストラリアのワイルドフラワーを使ったブーケですねを飾っています。かわいい。その隣がここも本棚なんですけど、実はよいしょ、こんな感じでビジネスモデル、金持ち父さんとか結構ビジネス系の本があるので、それはなるべく隠しておきたいなっていう気持ちでごちゃごちゃしちゃうので、ここに置いたままこのアルテック90周年のポスターをちょうど A2 サイズが隠れるサイズなので、ここに立てかけて隠して収納してます。これはね、私が作ったテクスチャーアートです。メルボルンにいる時にデザインマーケットに出たくてテクスチャーアートを始めたんですけど、その時にだいたい売ったりとかあげたりとかして持って帰ってこなかったんですが、一つだけでも自分用に持ってこうと思ってこれは持ち帰ってきました。でもう一つここの賃貸の工夫みたいなのがあって、それがこのカーテンですね。ここカーテンのレールがなかったんですけど、ドロワラインっていう突っ張り棒を長く突っ張って 2,3 メートルあると思うんですけど、突っ張ってそこにリングでカーテンを留めてます。1324マルチクロスっていうイエノっていうブランドのカーテンを私たちはもう全部のお部屋で愛用してるんですけど、何もないとねコンクリートの壁みたいなのが見えちゃうので、ほのかに光は通すけど目隠ししてくれるのがすごく気に入ってます。でここら辺は日当たりもいいので植物ゾーンみたいな感じになっていて、他の場所に置いといたけどここの場所がやっぱ日当たり良くて元気にいてくれるので、このエバーフレッシュとかはね最近はここにお引っ越ししています。エバーフレッシュは本当に可愛くて、葉を開くんですけど夜は閉じるっていうような習性があって、で元気ない時は昼間でも閉じちゃってて、でこの前水足りてないのかなって言って足したりとかしたらまた元気になってくれたんですけど、そういう分かりやすいところもあって好きですね。その隣のエリアです。ここもね結構ディスプレイゾーンみたいな感じにはなってるかなと思うんですけど、ここの一番左は三脚とかライトとかそういう機材が収納されてたりとか、ここにはロボット掃除機がいたりとか、そういう家電とかも収納する場所になってます。一番ねメインの家具でいうとこれかなと思うんですけど、これはアルテックとムーミンのコラボのキャビネットです。どこがムーミンとコラボなのって思うかもですが、キャビネットの中にムーミンの落書きみたいなのがたくさん書いてあって、これが本当に可愛いです。このハニーの色合いとかも我が家に合うなと思っているのと、その上は結構イエローゾーンみたいな感じにしてて、黄色の雑貨とかを点々とさせてたりとか、こっち側はちょっと緑ゾーンみたいな感じになってます。小物を合わせる時にいろんな色混ぜこぜでも可愛くなると思うんですけど、一色で揃えるのも楽しいなと思って、ここは黄色、ここはグリーン、ここは
ブルーみたいな感じでちょっと遊んだりとかしてます。で緑ゾーン、スタジオミリグラムのジャグ、ナイスグッドワークの花瓶、これもさっきと同じく結婚式用にオーダーしてペイントしてもらいました。気球になってます。フィンランドで使われている蚊取り線香ホルダー、これはシンクっていうヨーロッパ雑貨のお店で買いました。ザ・ポスタークラブっていうデンマークのポスター屋さんで通販で購入しました。結構抽象が好きなので、こういう好きな色が混ざったアートは気に入ってます。で額は IKEA ですね。 IKEA のこの額が好きでいつもこれ愛用してます。これはウォームグレイテイルっていう韓国のパブリック屋さんで、なんか彼が白クマのこの真似をしてて面白かったので記念に購入しました。賃貸だと穴とか傷つけられないので、このアルフタっていう IKEA の粘着シールになってて、フックがついてるもの、これをつけてアートとかを飾ってます。メルボルンの家でもこれを使ってたんですけど、綺麗に剥がれてくれたので安心して使ってます。 IKEA のキャビネットは結構スチール素材多いので、こうやってマグネットフックをくっつけて掃除ブラシとかをかけたりとかできるのもいいです。ゴリ取りブラシ、さっきと同様アートで隠す技を使ってて、木の箱を荷物入れにしてて、スツールで植物とクオッカちゃんがこのアートで目隠ししてます。こう開くとこんな感じで、こっち側にマグカップとか紅茶エリアで、こっち側に小物とか、これマーダーミステリーとかボードゲームの収納とかをしてます。このね無印の小物収納入れが本当に優秀すぎる。薬入れたりとかパスポート入れたりとか、なんかそういうのを細々したものをちゃんと整理して入れられるのでとっても便利。こっち側はねほんと茶葉とかたくさん入ってるんですけど、フィンランドで買ったスオミティ、これはもうね気に入りすぎてもう残り6つとかなので、またね2週間後ぐらいにフィンランド行くことがあるので調達してきます。でその隣にゴミ箱を置いてて、これはねケユカの両開きのゴミ箱、こういう感じで、これが密閉ゴミ箱ですね。ポンと押して生ゴミとか匂い気になるものをここに入れとくとパッキンがついてるので匂いが外に漏れなくていいです。で実際使ってみて本当にそれに関しては快適になったなと思ってます。そう気に入ってるのでおすすめで、地味に便利だと思ってるのがこのコンセントで、よいしょ、つけないとこの奥行きになっちゃうんですけど、こう自由に回転してくれるので、これをつけてこの幅になるっていう地味で、そうするとこの壁との距離が少なくて済むんですよ。それが地味なんですけど便利で、いろんなところで我が家使ってます。マリメッコのファブリック目隠しにしてて、ここを開けるとこんな感じで洗濯機とその上に収納を置いてます。この上は100均で買った突っ張り棒で奇跡的にこう隠れる仕様になってたので、突っ張り棒を突っ張ってさっきと同じくリングで布を留めてます。カーテンっていうものを買わず、結構こういう布を使ってカーテンにしてるかも。なんかその方がね可愛い柄が見つかったり種類選ぶ幅が広がるので、そういう感じで使ってます。というわけで最後このソファースペースを紹介していきます。ここがね結構最近変わったエリアかもしれない。でまずこちらですね。まずメインはこのアルフレックスのソファーのモコモコってしたフォルムが好きです。座り心地もね比較的固めで気に入っている。ブランケットは冬と夏と変えてるんですけど、夏はこの薄手のマリメッコのファブリック
マリメッコっぽくない、ちょっとくすみでいろんな色を使われてる模様が可愛くて。隣がスウェーデンで買いましたファインリトルデイのクッションカバー。刺繍が可愛くて、これもファインリトルデイ。これはもう IKEA ですね。で中材は全部 IKEA です。ちょっといいものと本当に安いものでバリエーションもあるので、もうだいたい IKEA 行けば見つかります。で最近やっとフロアライトを導入して、これは IKEA PS2026 のボルドーの色のライトです。足でこうつけられる感じ、角度とかが変えられます。こうやったりとか、この関節が曲がってまっすぐにできたりとか、普段はこういう感じでちょっと読書灯ぐらいの雰囲気で使ってます。でこれはウォードのサイドテーブルで、オーストラリアからはるばる持ってきたぐらい気に入ってるサイドテーブル。こっち側とこっち側どっちにも収納するスペースがあるので、隠した収納とかもできるし、比較的広めなのでフラワーベースを置いてマグカップとかを置いたりとかしても余裕があるような。で上にあるのはファジークっていうオーストラリアのブランドの花瓶。これもね 3,4 年ずっと使っててお気に入りです。でこのラグはアクタスで購入しました。色がシンプルではあるんだけど、この継ぎはぎになってるちょっとパッチワークみたいな模様とかが珍しいなと思って、一目惚れして購入してずっと使ってます。テレビはハイセンスっていうブランドのもので、ボールっていうブランドの薄型スタンドみたいなのをつけて設置してます。でこの時計はミトっていう掛け時計で、リグナっていうインテリアショップで見つけました。このテラコッタ色とこのちょっと影みたいな感じになったデザインが可愛くて気に入ってます。でソファー裏にはムートっていうブランド、北欧ブランドのチェアが置いてあって、これも最近迎えました。で来客が来たら使う予定なんですけど、普段はこういう感じでアートポスターいただいたので、夏らしくていいなと思ってここに飾ってます。A2 ポスターは結構インパクトあるので、これがあると本当印象変わるなって思うし、季節のポスターを置くのいいかなっていうふうに思ってます。でこっち側、ここは半年前モンステラぐらいしかいなかったんですけど、このレコードを最近迎えまして、それでレコードエリア作りたいねっていうことで IKEA のカラックスっていうこのキャビネット設置して、レコードとかレコードプレイヤー、あとはちょっとしたものとかを収納できるような場所を作りました。隣にはウルムスツールっていうスツールを最近置きました。これはねバウハウスの最後の巨匠って言われるマックス・ビルがデザインしたスツールで、ずっと気になってたんですよ。これは座ることもできるし、これ実は正面じゃないんですけど、こう傾けるとこれで棚としても使える。でここに重ねて2段3段とか置いても全然大丈夫っていうスツールで、1つで2役3役してくれるスツールなんですね。これすごく気になってて、でもちょっとお値段もするので悩んでたら、ひょんなことで 80% オフぐらいで買える、展示品を 80% オフで買える機会があって迎えました。これはテクニクスっていうブランドのレコードプレイヤー。音質が間違いないよねって言ってテクニクスにしたのと、あとはこの天板がねテラコッタ色してるんですよ。珍しいなと思って結構どれにするか悩んでたんですけど、このデザインというか色味がもう一目惚れしてこれに決めました。ここはディスプレイエリアっていう感じなんですけど、これはリサ・ラーソン、スウェーデンの作家さんなんですけど、リサ・ラーソンのブランドのブルドッグです。愛嬌よ。この彼が旅先で目が離せなくなっちゃったみたいでお家に迎えました。で私が作った日めくりカレンダー、8月はスペインです。でさっき言ってたプレースマット、さっきのコースターを3つつなげて置いてます。なくてもいいんだけど、あると落ち着くというか決まるというか、
しっくりくることが多いので、結構こういうトレイとかマットとかうまく使うようにしてます。で隣はオリーブ、カタログギフト、結婚式のカタログギフトで選びました。カタログギフトって何選んでいいか分かんなかったんだけど、なんか最適解は植物なのではってなんか最近思ってます。オリーブ先月ぐらいに迎えたんですけど、すでに新芽が出てたりとかニョキニョキしてます。これもこの前陶芸で自分で作ったフラワーベース、ここに剣山を置いてゲル仕様になってるのでこんなに浅いです。3つアート飾ってて、これはウォームグレイテイル、デュークスコーヒーっていう好きなカフェだったところの外観を描いたアートで、これはフロールブオ、大阪のヴィンテージショップのお店が代々木上原でポップアップした時に出会ったアートです。イギリスのアーティストさん、ちょっと名前を出しておきますね。これはイギリスのアーティストさんが描いてるアートで、この滲んだ水彩画のようなにじみと青とブラウンの配色、これが何とも言えない可愛さで、これプリントらしいんですけどプリントに思えないぐらいの質感があって、それもすごく気に入ってます。なんかアートは結構自分の家のなんか揃えたい色に合ってるかなっていうのを結構意識してて、こうしたいっていう色味のアートを結構ピックしてるかも。このカラックスの中は、結構レコードとちょっと本って感じなんですけど、このどけるとね、コードが入ってたりとか、こういう感じでモデムとかを収納する場所にしてます。今までモンステラで隠してたんですけど、このカラックスのおかげで背が空いてるので簡単にモデムとかをここの中に入れることができて綺麗に収納できました。でレコードは数ヶ月前に買ったんですけど、ちょっとずつ集めてたら結構たくさんになって、もう最近朝と夕方ぐらいに聞くことが多いんですけど、毎回どれにしようかなって選べるぐらいのラインナップになってます。おすすめのレコードとか曲とかアーティストさんとかいたら教えてください。私が最近ハマってるのはビアリー・ストックとかノラ・ジョーンズとか羊文学とかはるか中村さんとかかな。ユキは定番でいいなって思いました。どの曲聴いても好き。最後ここはまずこれはザ・ポスタークラブのアートで最後これはちょうど先週迎えたフィカスです。このくるくるが可愛いですよね。本当に清澄白河のザ・プラントソサイティっていうオーストラリアメルボルン初のプラントショップなんですけど、そこずっと行ってみたいなと思ってて、行った時に出会って購入しました。でそれに合わせてこのプラントポットも買ったんですけど、ライトリーはねちょっとお高め 2,3 万円ぐらいするんですけど、これは6,000-5,000円ぐらいだったかな。そう結構お手頃で、こう上げると水受けになったりとか機能的にもいいですし、色もいい感じでちょうどいいなと思って合わせました。めちゃくちゃ嬉しい。晴れてきた。で最後さっき紹介し忘れた、これがスツール60で、これもムーミンコラボですね。スツール60はやっぱ置いてても可愛いし、なんかね座りやすさもあるんですよ。フィンランドからはるばる機内持ち込みで運んで持ってきたので、これはすごくお気に入りです。というわけでルームツアーいかがでしたでしょうか。結構細かく話したんですけど、話してないこととかもあるので、これ気になるとか他にも何かあったらコメントで教えてほしいなと思うのと、気になる商品とかなんか質問とかあったらぜひコメントください。2年経ったんですけど、これからもこのお家で過ごしていく予定なので、またちょっとずつ変わっていく変化とかもなんか楽しんでいただけたらなと思います。
今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。また来週の動画もゆるっと遊びに来てください。バイバーイ。